まず最初この殻を外して、僕の場合ここでもう味噌をちょっと押して味噌と背わたを一緒に取るんです。でここで次に唐揚げで使う足の部分を丁寧に剥くときれいな身がつかずに丁寧に剥けます。でこの関節最後残す職人さんもいますけど、僕はもう全部剥いてしまって食べれるような形で、この水袋ももう一緒にもう取ってしまいます。大体の天ぷら屋さんこの水袋は包丁でパチンって切る人が多いんですけど、僕はもう殻ごと剥いてしまいます。で普通の天ぷら屋さんはもうこの辺から落とすんですけど、僕の場合は最後の身までつけて、車エビは剥きたてですぐパッと天ぷらにするお店もほとんど多いと思うんですけど、僕の場合だいたい1日ぐらい寝かすんですよ。でそこでちょっと熟成させるというか、アミノ酸をちょっと出させて、うまみとかを出さすために1日ちょっと寝かすんですけれども、さばきたてはもう身がプリプリで食感がすごいいいと思うんですけど、天ぷらにすると火を通すので食感はまた戻ってくるんですよ、1日寝かしても。なので僕は1日寝かせてますね。で軽く水洗いします。酸性水とアルカリ水っていうのがあって、酸性のお水につけとくとアクが止まるんですよ。なのでお野菜なんかこの水で洗ったりすると鮮度が長持ちしますし、魚類もアク止めにもなりますし、と天ぷらも卵水で揚げるんですけど、この酸性水で揚げるとカラッと、普通のお水よりカラッとしやすいって言われてるんで、酸性水入れてますね。ちょっと斜めに包丁を3分の2ぐらいまで伸びるようにというか曲がらないようにですね。でこれだけじゃまっすぐ上がらないんですけど、最後に油の中に入れる手前にもう一回手で腰を折るというか、ちょっと手で伸ばしてあげると綺麗にまっすぐ上がりますんで。これラップして1日寝かします。キスはもう普通に揚げるんですけども、ちょっと鱗を描いたキスなんですけども、ここで頭を落とします。で背開きで天ぷらにしますので、こう腹骨を削いで、
シャトーブリアンでございます。こちらちょっとエビで海苔漬けします。揚げにします。車エビ打ち粉したらちょっと手でちょっとだけ伸ばします。紅花油で 100% です。のが2種類あるんですけれども、一つは島根県で採れた藻塩ですね。もう一つはその藻塩にいった梅を加えて梅塩と2種類のお塩で、うちおろしてそのおろした大根おろしの汁と身をもう汁を捨てずに大根おろしすべて入れ物に置いて1日寝かしますと、大根の辛みとかも抜けて甘みが引き立つようになります。で食べてもらう時にちょっと茶こしで軽く水分を切って、こんな感じに丸くなるように器にのせて提供してます。骨を干したやつですね。これはもうこのまま油に入れます。キスは車エビよりちょっと濃いめに衣を変えます。
んな火が通ってくるとこの気泡が音がおとなしくなって数も減ってくるんですよ。そうなるともう揚げ頃ですね。でちょっと僕の場合は色をつけて焦がし気味にした方がより香ばしさが出ますんで、基本キスはちょっとしっかりめに揚げるのが味噌だと思います。先ほどの鮎をちょっと氷水で締めたものですね。これをちょっと天ぷらにします。鮎の場合はちょっと衣が本当に薄いですので、卵水ですね。卵の卵黄だけをと、あと酸性水で卵水を作ってます。鮎もお塩で召し上がってください。夏場の鮎は苦みが美味しいんですけれども、ちょっと今秋に近づいているので、中に卵を持っている小さい鮎なんです。なので苦みはちょっと薄いんですけども、卵の食感を味わってもらう。塩コショウをしたヒレ肉にちょっとしそで巻いてます。しっかりめな衣を作ります。はい、こちら本わさびです。
北海道の、はい、生ウニですね。うちトウモロコシちょっと蒸してるんですけども、はい、30分ばかしに蒸したトウモロコシなんですけど、それをもう熱いうちにすぐに冷却というか冷まして、はい、天ぷらにします。まあトウモロコシは芯に沿ってそうですね、もう一回火を入れてしまって、それをさっとすぐに余熱で冷まさないで、もうすぐに無理やり冷まして、そうするとこの、ラップ自体もキュッて締めてくれて、で身もキュッと引き締まってしまってくれるんで、揚げる時にばらつきがあんまりないですね。ちょっとひねると余分な衣が飛ぶんで、火が入ってるんでさっとでもいいんですけど、僕の場合はちょっと中まで熱々を伝えたいので、しっかりとトウモロコシも揚げてます。もう色が出るくらいちょっと薄めの衣で。一つはお塩で、一つはお出汁で召し上がってください。ちょっと新銀なんで、今の時期ちょっと緑色してて綺麗な銀杏なんですけど、あまり衣が薄いと剥がれやすくなるんで、若干ちょっと強めな衣で。
みんなもお塩がおすすめです。これはね、なんか江戸前タチウオっていうなんか銘柄のやつなんですけど、家庭できるだけ大きめの鍋で、まあちょっともったいないですけれども、たっぷりめの油で揚げると、まあこういう専門店に近いものが作れるんじゃないかなと思います。どうしても小さい鍋で少しの油で調理すると、油の温度変化がやっぱり出てくるんで、温度変化って結構天ぷらにとってマイナスで、低すぎると食材に油が吸ってしまったりで、高すぎると焦げてしまったりというので、一定の温度で揚げることがやっぱポイントですね。あとは、今市販で天ぷら粉を売ってますんで、そういうのを使うと結構食感のいいカリッとした天ぷらができやすいですね。タチウオは結構これもしっかりめに揚げて、ちょっと焦げつかすぐらいの揚げ方の方がね、香ばしさが出ますんで。こちらはお塩とレモン、もしくはお出汁でもありますから。うちお野菜とあと芝エビに桜エビを使ってかき揚げにします。まぶしてで、あとこちらの天候
これはかつおと昆布のお出汁にちょっといりごめが入ってまして、ちょっと香ばしく仕上げました。普通お茶っ葉で普通のお茶のね天茶漬けがあるんですが、こちら手作りの豆腐なんですけれども、豆乳とですね、で僕の作り方は生クリームをちょっと加えて、で本来ならにがりで豆腐を作るんですけれども、その食感をちょっと大切にしたいのでゼラチンを使ってちょっと寄せてます。お出汁の方はちょっとお醤油とみりんとかつおだしにちょっとすだちを絞った汁をちょっと入れて、ちょっとほんのり酸味を効かせてます。あとはみょうがを千切りしたものと、いくらの醤油漬けを加えてます。こちら今秋の季節なので、いちじくが美味しい時期なので、いちじくとちょっとクリームで見えないんですけれども、下にナス翡翠煮にしたやつが入ってます。でこちらナスといちじくのごまクリームがけでして、ごまクリームはかつおだしとあと練りごまで合わせたものとなってます。でトッピングとしてナッツ叩いたのとハスの実とでクコの実を飾り付けしております。
タイの昆布締めです。昨日締めたやつなんですけど。これはタイの昆布おしのお作りでして、タイを1日ちょっと昆布で寝かせて、で次の日にお刺身として使ってるもんでございます。で他の食材がピーテンドリルという、豆類の新芽ですね。あとは花穂じそといいまして、しその花でございます。あとはすだちと本わさびでございます。